今回の動画は先日メインチャンネルで投稿した冷蔵庫大掃除と掃除後のきれいを保つ食材の買い出しの見直しについての音声入りの動画を作りましたので、よかったらご覧いただけると嬉しいです。皆さんこんにちは、しゅうです。いつも動画をご覧くださってありがとうございます。今回は太りすぎてしまった冷蔵庫のダイエットとしまして、冷蔵庫の全出しをして在庫を把握しようと思います。食材の買い出しはいつも思い出したものを適当に買ってしまうことが多く、思い出し買いを防ぐため、家にいながら落ち着いて買い物ができる生協を利用していたのですが、今度は生協で届く予定の食材の予測に失敗し、いよいよ冷蔵庫がパンパンになってきました。食材の買い出しのコツをミニマリストのピーコさんに教わり、その方法を実践するべく冷蔵庫を掃除するところから始めています。一箇所にまとまって入っていたものを全部出してみると、想像の 2,3 倍収納されていることに驚きます。テーブルに乗り切らないほどの食材、ダブって買っているものがたくさんありました。冷蔵庫もかなり汚れていました。食材の下敷きになり見えなかった野菜のカスや土、コーンや謎の何かなど様々なゴミが出てきます。奥行きのある冷凍庫や野菜室の底は手も届きにくく、意を決しないと掃除をしない場所となっています。冷蔵庫上段のドアポケットも掃除をするためにはすべての飲み物や調味料を動かさなければならず掃除をしにくかったりと、長らく掃除できていない場所となっていました。さらに引き出しの奥を覗いてみると、そこにも何かのカスや引き出しから溢れてしまった食材が溢れているのを発見したので、掃除のしやすい今のうちに取り除き、きれいにしておきます。一度掃除を始めるといろいろなところが気になりだし、冷蔵庫マットの下に入り込んでしまったゴミなど、目につくゴミをすべて掃除しておこうと思います。気づいていても冷蔵庫下は掃除をするところまで手が回らなかった場所なので、いつ掃除しようと焦る気持ちばかり膨らんでいましたが、これでゴミのカスとも目が合わずストレスが減りそうです。ラジオ動画の方でもお話ししましたが、冷蔵庫の状態はその人の体の状態を表しているように感じます。冷蔵庫がパンパンで何が入っているのかわからない状態は、体も心も目詰まりを起こしている、そんな気がします。冷蔵庫の掃除が終わり、まずは冷凍庫の在庫からチェックします。冷凍庫は野菜の下茹でしたものやお弁当のおかず、お肉類、魚介類が入っています。夫がダイエットを始めたことで、それまで食べていたウィンナーなどの加工肉やその他肉類の消費が止まり、ストックしていていつまでも冷凍庫を塞いでいます。ピーコさんのアドバイスによれば、箱を使うことで多少適当に放り込んでも散らかることが少ないと教えてくれました。箱に入れることで埋もれたり、迷子になってしまう食材もなくなり、食材の雪崩も防ぎ、散らかる要素が少なくなると思いました。箱から溢れそうは多すぎる目安になります。続いて野菜室の在庫チェックをします。
野菜室の方はそこまでぎゅうぎゅうという感じではないですが、普段あまり調理をする機会のないいただき物のお野菜がどう調理したらよいかわからず保存されています。今回野菜のサイズに合わせて袋、紙袋で作った箱、プラケースに分け、どれが一番使いやすかったか試してみようと思います。最後に冷蔵コーナーをチェックしていきます。こちらもダイエットを始めた影響で食べなくなってしまったものがたくさんありました。業務サイズの袋に入っているもの、ダブって買ってしまったもの、最後にいつ使ったか覚えていない調味料など、調味料は普段使いしないものをなかなか消費する機会もないので、今日から調味料を消費することをメインに食事を考えようと思います。買い出し後のことを考えて、詰め込み型の食い方にならないよう、詰め替え待ちのコーナーは冷蔵庫の左側、右側を作り置きコーナー、中段の高さのある場所は鍋や大きなものが置けるスペースに、ドアポケットの左は調味料、右側を飲み物に分けました。動画の最後に掃除から10日経った冷蔵庫の様子について紹介したいと思います。1日目、在庫チェックした食材をもとに朝ごはんを作っていきます。ダイエットの関係で夜より朝をしっかり食べるので、大量にあったししとうとなす、その他キャベツや大根、玉ねぎ、人参、きのこも入れて具沢山にします。きのこは食べやすい大きさに冷凍しておいたものを入れます。夫のお弁当に詰めるおかずは週の初めに作り冷凍しておいたものと、当日作るものと合わせて4種類詰めるようにしています。冷凍にするおかずはハンバーグ、豚の生姜焼き、きんぴらひじきあたりが最近の定番として定期的に作り置きしています。卵焼きには脂肪の代謝を促してくれるきのこ、今回はしめじを、だし汁で下茹でしておいたものを使います。きのこは十分に加熱ができていないと細菌や寄生虫が死滅しないので、食中毒の危険があり、火の通りの早い卵焼きに入れる場合、下茹でやレンチンしておくと安心です。味噌を入れ火を止めた後、豆腐とレンチンしたナスを入れます。ナスは味噌汁への入れ移りを防ぐため、電子レンジで 600W1 分加熱しています。朝食とお弁当に入れるサバを焼いていきます。サバには中性脂肪を減らし代謝を上げる効果が期待できたり、血管の詰まりを起こす悪玉コレステロールを減らす働きかけもしてくれるそうです。豆腐とナスに味噌汁が染み込んだら朝ごはんの準備も完了です。スープジャーはサーモスのものを使っているのですが、保温力が高く、温かさがお昼過ぎまで持続するので、美味しいうちに飲めるところが気に入っています。朝の忙しい準備もこれで一段落つき、やっと一息つけます。外も涼しく気持ちのいい朝の時間が過ぎていきます。2日目のお昼ご飯。2日目はお昼ご飯兼夕飯のおかずを作ります。
今日もナスと人参とニンニクがたくさんあるので、ご飯が進むおかずを作っていこうと思います。はじめに作るのはツナの入った人参しりしりを作ります。冷蔵庫にある食材の他にパントリーにもツナやパスタ、缶詰やごまなどもたくさんあって消費していきたいので、常温食材も一緒に消費していこうと思います。人参がメインになってしまうと子供たちが食べてくれないので、甘い炒り卵と混ぜ仕上げていきます。今回のツナ缶はオイル不使用のものなので、汁もだしとして使用します。人参に火が通ったら卵を入れ炒め合わせます。さっと火を通し卵が硬くなる前に取り出し、ごまをかけたら出来上がりです。次はナスを使ってメインになるおかずを作っていきます。普段は使わないニンニクですが、たくさんあるので贅沢に一かけ使います。ナスも自分ではなかなか買うことがない食材なので、レシピはデリッシュキッチンを参考に決めました。こちらで紹介されているお料理はどれも美味しく仕上がり、動画付きなので、文字でわからないところは動画で確認できるため、わかりやすく失敗せず作ることができるのでお気に入りです。甜麺醤がなかったので、代用にオイスターソースと蜂蜜、味噌を大さじ1/2ずつ入れました。豆板醤もなかったので、こちらも赤味噌と醤油、コチュジャンを赤味噌が多めで合わせ、大さじ1/2になるように入れます。油で揚げ焼きにして取り出しておいたナスを投入します。とろみを作るのですが、片栗粉がないので代用に米粉大さじ1、水大さじ2を入れ作ります。米粉のとろみは片栗粉に比べ少し白っぽく出来上がりますが、味に変わりはないので米粉で十分と思い、とろみ用に片栗粉を購入するのをやめました。息子が幼稚園に行くようになり、自分一人のためにお昼を作ることもなくなっていましたが、ランチセットのように料理をしっかりお皿に盛り付けて並べてみると、自宅でのご飯も外食しているかのような、とてもゆったりした気持ちで食事をとることができています。3日目のお昼ご飯兼おつまみ。今日はししとうがたくさんあるので、冷凍庫で存在を忘れかけていたイカも一緒に使って、ピリ辛でお酒にも合いそうなおかずを作ります。冷蔵庫に作り置きがあると、お腹が空いた時につまめるので、お菓子を我慢したい時などダイエットの味方になってくれています。イカは高タンパクで脂質も少なくダイエット中に食べたい食材ですが、いざイカを買ってみても調理のめんどくささから冷凍庫で数ヶ月、焼けば美味しいことは分かっていても、
家族があまり食べようとしないものを自分のために調理するというのが億劫に感じる要因になっています。おそらくこれからも手が伸びにくい食材なので、今日をもっていかには冷凍庫のスペースから降りてもらうことにしました。塩コショウでも美味しいイカですが、今日は味噌ベースでいただきます。レシピによれば豆板醤が登場していましたが、こちらも先ほどの代用調味料で作ることにしました。残りのししとうとパプリカを使って付け合わせを作ろうと思います。娘が大切に育てていたパプリカの苗から初収穫できたパプリカをもらい、ごま油で炒めます。これまでししとうの種は取ってから調理していましたが、ししとうは熟す前に収穫されるため種も柔らかく、食べてしまっても問題ないとのことです。ごまを混ぜたら出来上がりです。4日目夕飯。今日はパントリーにあった消費したいものを集めてみました。これまでカレーのルーは業務スーパーで1キロのものを購入していました。カットしておくとカレーうどんやちょっとカレールーが足りない時など重宝していたのですが、冷蔵庫でスペースを取ってしまうことや切る手間なども考え、この在庫を最後に小分けパックに戻そうと思います。昨晩、子供たちは夕飯に肉じゃがを食べたので、残った煮汁にカレールーを溶かし、今晩はカレーうどんにしていただきます。出汁の効いた肉じゃがの煮汁はカレーうどんのスープとしても美味しく旨味を効かせてくれるので、肉じゃがの後の恒例メニューです。息子も娘も好き嫌いが多いため、野菜を食べてもらうことに苦労しています。カレーは野菜の味がごまかせるため、我が家の夕飯のカレー率が高いのですが、他にもレパートリーを増やしたいところです。おすすめの野菜を忍ばせられる料理ありましたら教えていただけると嬉しいです。6日目夕飯。ライスペーパーがすごく便利と SNS で見かけ購入してから数ヶ月。使い方もよくわからぬまま調理を始めてしまったところ、水に戻しすぎてくっついてしまいました。1枚ずつ包んでいった方が良さそうです。これには続きがあって、包み終わったものもまな板に並べていましたが、そちらもくっついてしまい、まな板から剥がすときにほとんどの包みに穴が開いてしまいました。ライスペーパーは自分には扱うことの難しい代物と分かったので、美味しそう、簡単そうで飛びつくのは今日で最後にしようと思います。味や食感は餅のようで美味しかったです。7日目夜食。夕飯が足りなかったのか、娘がお腹が空いたそうなので、私の夕飯兼娘の夜食を作りたいと思います。夫は今日は外で食べてくるそうなので、娘の好物のナポリタンを作ります。
大量に在庫のあるパスタと早く消費してしまいたい手作りのトマトソース。冷蔵庫とパントリーに少しずつ余白ができてきています。8日目夕飯。パンを作ろうと思って買った強力粉ですが、3ヶ月以上未開封で、パンを作ろうという流れにもならないので、今日はそんな強力粉を使って餃子の皮を作っていこうと思います。発酵時間が15分というところも手軽で、パンを作るよりも手間がかからないというところと、ひき肉も消費でき、夕飯のメインにもなる餃子を作ることにしました。強力粉と米粉で生地を作ったので、もちっとした食感になります。米粉を使っているので、生地を伸ばすときに穴が開きやすいところが、餃子を包む上で致命的ですが、自宅にあるものを消費していくのが、今回の目的なので、見栄えの悪さも餃子作りの醍醐味として楽しんでいこうと思います。生地が膨らみ、餃子というよりおやきのような見た目になりました。余った肉種はハンバーグな見た目をした餃子バーグです。昼間に予防接種を打った息子はいつもの元気がありません。筋肉注射をされた右足が痛くて食欲が湧かないそうです。9日目夕飯。冷蔵庫の中一掃キャンペーンもそろそろ終わりです。今日はツナと冷凍にしてあったいつかのネギトロで、運動会の打ち上げをしようと思います。お米は今は浸水せずに炊ける圧力鍋を使って炊飯しています。冷蔵庫で眠っていた酢飯もこの度使い切ることができそうです。2人にお手伝いを頼みたいところですが喧嘩しそうなので、卓上扇風機に水気を飛ばしてもらいます。最後に10日目の冷蔵庫の中身をご紹介して終わろうと思います。それではご覧ください。冷蔵庫は無限に腐らない魔法の箱ではないので、食べきらないほどの買い置きや作り置きは分かっていても増え続けてしまうので、やらない、増やさないを意識的にこの10日間を過ごしました。スーパーに行く回数は増えましたが、それでも冷蔵庫に隙間があるだけで傷み出してしまう食材が減り、眉間のシワが減ったように感じます。またいつかの機会に冷蔵庫一掃ルーティンを紹介できたらと思います。本日は最後までご覧くださってありがとうございました。また違う動画でお会いできたら嬉しいです。それでは失礼します。